もうね、髪は切ったら戻らないので気をつけましょうね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は前髪をカットしながら最近起きたことをお話ししていこうかなと思います。そう、前髪ね、今私はこんな感じでね、前髪がなくて分けて後ろね一緒に流していくようなスタイルにしてるんですが、薄め前髪でちょっとサイドバングも作ってないように見せてもいいし下ろしてもいいしみたいなね、そういうちょっとフレキシブルな感じにしていこうと思います。というのも私ね、結構飽き性なんですね。前髪ない風にするともうずーっとこうやってね縛り上げてしまっていてつまんないなと思って今日はね前髪を作ることにしました。サイドバングのあるスタイルは以前もねカットしたんですけど、今日はね本当にあんまり細かく考えなくてもいいよっていうようなやり方でやっていきたいと思います。はい、まず濡らします。そう、濡らした方がねこういうとこのパートとかも取りやすいですし、切るのもねやっぱ切りやすい。はい、ということでパートを取っていきたいと思います。ちょっとこうやって前に持ってきて、パートによるんですけど私は真ん中パートで作っていくので、真ん中の自分の分け目からね三角形にこういう感じでね三角形に取っていきます。でね、この三角形どうやって取ればいいんだよっていうね、それがわからないっていう方もねいると思います。簡単に考えると三角形の頂点ね、これを浅く取れば薄くなる。で、奥まで取れば厚くなる。前髪がね厚いスタイルになります。私は今日はそこまでね厚めにしないので、この頂点を少しね平たい三角形で取っていきます。はい、でこの幅もね分かりづらい。どのくらい幅取ったらいいんだよって思う方もねいると思うんですけど、これで失敗する方も多いんですよね。あんまりにも幅が広く取ってしまうとすごくワイドなバングスになってしまうんですね。でこうやってね、下ろしてみた時に個人個人顔の幅ですとか髪の毛のね厚さ薄さおでこの広さとかも違うので、なんとなく三角形取って自然にこうやってねこの髪の毛の落ちる感じにちょっと下ろしてみて、このぐらいの幅まで来るんだなっていうのが、イメージがねできると思うんですね。自分の取った前髪のこの薄さ、あとはどのくらい広がるのかなっていうのをこの時点で確認して、これでいいかな、もうちょっと取ろうとかね、そういう風にしてみてください。で、あんまりこのサイドバングがね薄すぎるとこうやってまとめた時にここの部分に隙間ができちゃうんですよね。ここの部分が隙間ができちゃう。それが嫌な人はもうちょっとここを取った方がいいと思います。私もうちょっと取ろうかな。そうするとまとめた時に横にかかるサイドバングね、そうするとここの隙間が隠れました。さっきねもっとこうやって見えてたんですけど、もうちょっと厚く取ることでここのね部分が見えなくなります。なのでそういうのでちょっとね自分で髪の毛を三角取った時にどうなるのかなっていうのをしっかりシミュレーションしてから切り始めましょう。切ることよりもまずこの三角形のどうやって取るかっていうのがやっぱりね一番前髪を作る上で重要なポイントかなと思います。はい、こんな感じでここもそんなに見えてないし、真ん中の薄さもこのぐらいっていう感じで、シミュレーションできるかなと思います。今濡れてる状態なので若干隙間がねこうやって見えるんですけど、はい、こんな感じ。はい、ということでちょっと後ろはね縛って前髪だけね分かりやすく切っていきたいと思います。もう一回ね濡らしました。
で、私の場合今回このトライアングルの感じはこんな感じ。低い三角形になってると思います。ではこれを三角形ね、サイドバンク、真ん中っていう感じで3つパートに分けていきたいと思います。この3つパートも真ん中の垂れる部分がどれくらいがいいかなみたいな。もうちょっと幅が広い方がいい、狭い方がいい、もっとサイドバンクでもがっつり横を隠したいって時はね、真ん中細め、横を太めで取ってみましょう。そう、あんまりねサイドでがっつり真ん中にねかかりすぎちゃうとうざったいので、このぐらい、今回はこれぐらい作ってみようかな。はい、こんな感じの3つパートに取りました。はい、ということで真ん中から切っていきたいと思います。簡単に作るっていうことだったんですけど、この間前髪の作り方みたいにした時はもうこれをね2段にさらに分けてみたいにしたんですけど、もうこのまま切っていきます。これであんまりね短くもうバッツリ切っちゃうと後から修正が効かないので、なんとなくとりあえず鼻と目の間ぐらい、このぐらいでちょっとね一旦切ってみましょう。目をね刺さないようにいきます。もうね髪は切ったら戻らないので気をつけましょうね。はい、でちょっとこう外側に向かって若干角度をねつけて、真ん中は普通にこうざっと切って、だんだんこうちょっとこっちにね、サイドは外に向けてちょっと落ちるような雰囲気にしましょう。こうやって広がっていく時に外側がね短く見えないので、はい、このぐらいです。でこれをちょっと角度をつけて真ん中で集めて、ね、こうやって角度を上げてここを切ります。そうすると軽くレイヤーがね入ります。あと真ん中に集めることでこの横サイドの毛が真ん中にこうやって集まるからちょっとね距離感が出て長く切れます。で外髪を一緒にねつなげて作っていきたいと思います。外の毛両方ね最初に合わせちゃっていいかなって思ってます。はい、こうやって切ってってあれ長さが違うってねなりがちなので、最初にねもう決めちゃおう最初にね。このぐらいで切っときます。はい、顎上ぐらい。そうでこの一番端っこのね毛に向かってここの今真ん中の切ったここからつなげていきます。簡単だよね、もう本当にね。ここからここまでここをであんまり引っ張っちゃったりすると思った感じと違うってなっちゃうので、この自然に下ろした状態でここに向かってちょっとずつ難しいよね本当に。本当こう顔にちょっと沿わせつつやるとめっちゃ切りやすいと思う。顔が土台になるから。ただ顔を切らないように、ね、気をつけてください。でこっちもねここに向かってここを切る。顔に沿わせた時にちょっとここ切りすぎたかな、どうかなちょっと上にまたステムを上げてちょっとねなんかカクってなってるところをちょっとチョップでこの時こう横にしないでちょっと前側にこうね前側にしながらすると
外にやっちゃうとこっち側が短くなっちゃうので、こっち側を長く取りたいから、方向性としては葉を中央の方にして、切れました。早い。でちょっとね、まだこの辺が長いかなって今んとこ思うんですけど、ちょっとね乾かしてみたいと思います。その後もう一回ねセニングしたりとか調整したりとかしたいと思います。乾かしました。乾かすとよくわかるよね。この辺が重いなとか、この辺が重いなとかね、わかるので、一旦乾かしてねセニングをしたいと思います。セニングもしくはチョップカットで、この辺とかほらパツンってなってるから、こういうのがちょっと縦に入れて、でここもね、そうするとちょっとボケてくるよね、この溜まってるラインがね。目を傷つけないように。こっちの方がもっとね、なんか量が多いのかな。なんでここがこんなにガツンってつながってないんだろうね。なんかパサパサだよね、この辺ね。まあなんか紙質にもよると思うんですけど、結構ね癖っ気とかあんまりね好きすぎると、やっぱこういうペペペヤっていう毛が出やすいかなとも思うんですよね。なのでご自分でね、もしカットする場合好きすぎちゃうともうまとまらなくなっちゃうんだよね。そこだけワワワってなってしまいがちなので、好きすぎ気をつけてください。私もこの間あまりにも暑すぎてすごいねセニングいっぱいしたんですよ。ビデオ撮らなかったけど、そう量をねすごく調整をねしました。そしたらね楽しくなっちゃって、やりすぎてすごいねパヤパヤ毛がいっぱい出てきちゃったので、そういう風にねならないように気をつけてください。注意喚起。ここが重いよね。であんまり重いなっていう時は、そういうさっきみたいに縦に入れてもいいし、セニングこういうねすきばさみがある方はこのちょっと溜まってる部分のをちょっと間引くような感じで、セニングでもやっぱり穴が開いてしまうこともあるので、気をつけながら部分的にね、ここが多いな、ここが多いと思ったらそこをちょっとこうセニング入れて量を調整してあげるみたいな感じにしましょう。そう目をつつかないようにほんとそれだけ気をつけてください。遠くの鏡を見てるから手前の自分の目がね見えづらかったりしちゃいます。目は本当大切なのでってこの間と言うても本当3日ぐらい前、ここねなんか虫に刺されてこっちの目がパンパンに腫れちゃったんですよ。今もちょっとまだほらちょっとこの辺なんかフィラーしたみたいにこっちの顔だけちょっと張りがあるんですよ。虫に刺されると私ねすごいな極度にアレルギー反応が出て、結構ねパンパンに腫れるんですよね。10センチぐらい、直径10センチぐらいバーって腫れちゃうので、それがここがバーンって腫れたみたいな。で昨日ぐらいからやっと二重が戻ってきて、でもちょっとなんかフィラーしたみたいで今んとこいい感じなんですけど、ダウンタイム中のお顔ってそういう感じで多分腫れちゃって、ああもう終わったみたいな、そういう風にね思っちゃうよね。そう、ただ虫に刺されたダウンタイムだったっていう。はい、アイロンを今からやりますね。これぐらいだったらここの隙間も開かないし、
こうやってね後ろをまとめた時にちょっとニュアンスをね作れるかなと思って、変わり映えのしない日々からさよならをちょっとしたいと思います。あんまりねくるーんとはあんましなくて、ちょっとこう流れる感じに、ね、サイドバンがあると本当に変化がつけやすいので、あと伸ばしやすい、飽き性だからまたすぐね伸ばしたいなーなんて思って伸ばそうと思っても、もうすぐね簡単に伸ばせるのでいいです。ちょっと長めだったらねこうやってねニュアンスもつけれるし、ちょっと巻けばこう流れてこうなんとなくこうねサイドになったり、まあ、真ん中でもこうやってね真ん中にこうしてもいいし、ちょっとスタイリングね、スタイリングっつってもどう？こっちいい感じじゃないですか？ほらいい感じ。このねこういうサイドバングがあると結んだ時もね可愛いよね。こっちもちょっとアイロンして、ほら細かく何層に分けてとかやらなくてもなんとなくねこんな感じで切れちゃうので、説明しないでやればねもうこれ5分ぐらいでもう切れちゃうので、ちょっとこうやってまだ長いなと思えば、こんな感じです。いいんじゃない？だいぶね雰囲気変わりました。はい、前髪完成。じゃじゃじゃーん。普通にまっすぐ下ろすのもできるし、こういう風に流すこともできるしね、なし前髪みたいにもできるし、このね横髪ができることで結構このねまとめ髪をよくしちゃう人もちょっとこうニュアンスがね出て、私のグレーヘアはここがねすごく前髪部分が多いんですよ。なので逆にねその前髪部分を作ってあげるとすごくねポイントになると思います。逆にねこう見せるグレーヘアで、ここが私すごい多いのでね、見せるグレーヘアみたいな感じでねできるんじゃないでしょうか。ということで今日はこんな感じで簡単に前髪を切りながら、最近ねあったちょっと虫刺されの話とかをねしましたけれども、はい、こうやってねちょっとずつ自分でねできるようになると、前髪だけね切りに美容室に行かなくても全然大丈夫なので、是非ねやってみましょう。はい、ということで、もし今日のね動画が役に立ったなと思っていただけた方は高評価、チャンネル登録、あとはハイプボタンもぜひ押してください。あとコメントもねいつもね励みになっております。とってもねやる気モチベーションになっておりますので、ぜひぜひコメントもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またね。